好像一些巨大的触角一样。そうなのか。そうだよ。リーダー、私たちやったよ。時間があまりないんだが、僕らは本当に逃げ切れたのか。そうだよ。もう追ってを気にすることもないんだよ。但是可能还有更多别样的危险在等待着。急ごうレブ、仲間を呼んでるかもしれない。ああ。覚悟しなければならない。日常を踏み越えたこの地では、自分たちこそが異物であり、敵であり、餌であり、脅威なのだ。大きな葉っぱだね。ああ、緑の匂いも一段と濃くなったな。还是有很多生命生長得非常好。隠すのにはいいが、まるっきり周りも見えないな。いいかいレグ君。この木は大きいけど、アマギリの仲間なんだよ。アマギリ？そう。ほら、見て見て。アマギリの新芽はね、必ずアビスの北を向いてるの。哦，就像指南针一样吗？枝は必ずアビスの中心方向を向くんだよ。周りが見えないときは頼りになるから、遭難したらアマギリをたどれって昔から言われてるんだ。ああ、なんだか賢く見える通りか。オースにいた時とはえらい違いだ。あれ褒められてるんだよね。ここから降りればいいんだよね。なるべく鑑識地。シーカーキャンプに行かないと。人の声。あの時とは違う。どうしたの？誰かいる。あっちだ。助けを求めてる。本当？聞こえた。也是落单的嘛。已经被吃了，活生生的吃。紫色的蝶，它的眼睛是这么长的，一般的鸟都是两侧，它这样的话视野非常的开阔。可能那人已经死了。这让我想到福莲他们魔法考试的那个啊，新的目标。分头行动，有配合的他们。哦，雷哥，但是丽可真的是一到这种就是紧要关头，他真的就是马上就冲出去保护自己的同伴，太喜欢了。他每次 OP 的这结尾画面还不一样。哇，他们太聪明了。已经抓不到了，是利用那个诅咒吗？让他一直往上。啊！啊！
它是似曾相识吗？まただ。だがこの感覚は体が思い出した。最开始かつてこうし救利可たことがある。的时候，火箭炮。哇，这攻击力太强了，冲击炮。感觉他们不会就是用来当做武器的吧？就把他们这些机器人做的。太危险了。リコ。2層の負荷が重い。早く下ろさないと。应该是不是就像晕船那种感觉？身体不自觉的就动。もしあれがリコに当たっていたら。何なんだ。僕は一体何なんだ。感觉是像为了当武器开发出来的。天呐，好可爱呀，好小。レグ。リコ。よかった。なかなか目覚めないから心配したぞ。でもまだ起きない方が。啊，いや、なかなか目覚めないから。可怪我だった愛い。らどうしようかと。それに服も吐瀉物で汚れてて。やだなレグ、そんなに恥ずかしがらなくてもいいのに。ロボなんだし。啊，助けてくれたのもレグなんでしょ。那他也救了雷哥。レグがこれやったの。無我夢中だったんだが、まさかこんなことになるなんて。すごい。ねえねえ、やっぱりこの手のとこから出たの？名前何がいいかな。但是他这种需不需要？仮好酷的名儿啊！但是会不会需要燃料之类的呀？它这不可能无限的吧？危うく君ごと吹き飛ばすところだったんだ。もしそうなったら僕は。他害怕自己。ね、だいたいこれぐらいだったよ。一体何が？初めて私を助けてくれた時、レグが使った仮想法の大きさだよ。それもだいたい200メートルも先から。大丈夫。レグはこの力を使いこなせていたんだ。被训练的一緒吧に？特訓しよう。雷君はこの哥，力を使いこなせるんだよ。レコ。他第一次用的时候也晕倒了，可能这个特别消耗能量。大丈夫？レグ。どうしたのレグ？助けて。助けて。这是幻觉吗？ないよ。ないよ。ないよリコ。レグ起きた。ねえねえ、大丈夫？急に寝ちゃって全然起きないんだもん。
仮想法打って疲れちゃった？ああ、そっか。大丈夫だ。そうか、よかった。ところで、何を叫んでいたんだ？そうなの。私のタンクス手帳がなくなってるの。いつもメモを取っていたあの手帳か？ひょっとしたら泣きカバネに掴まれた時落としちゃったかも。ポーチの留め具も壊されてたし。そうなると。まあしょうがないか。いいのかい？どうせなくすなら奈落の底まで行ってからが良かったけどね。だってさ、後々発見された時にここら辺のことまでしか書いてなかったら私の伝説が轟かないじゃない？すごい、リコさんマジで最深部にたどり着いたんだとか、あの星の羅針盤も本当に奈落の底を指していたなんてとか。それもさっき落としたけどな。せめてレグの機能大全に仮想法書き加えたかったな。それだけが心残りだよ。確か僕のチンチンが生っぽいとかも書いてあったな。非常全面。永久に奈落の闇に眠るといい。新しいの作ろう。大葉の葉で蒸し焼きにしてみました。味付けはシンプルに岩塩ととこしえ香の実だけだよ。これは見た目まで美味しそうではないか。いただきます。铁板烧嘛。本能に訴えるうまさ。リコ、これ癖はあるけどうまい。这俩小脸蛋儿。よく一人で物を仕留められたな。これね、レゴが仕留めた泣きカバネのお肉だ。啊，有种吃魔物的感觉吗？リコは平気なのかい？泣きカバネは人を食べてたりもするんだろう。現にさっき。そうだね。レゴはロボットなのに気になるんだね。自分と同じ形をしてるせいだろうか。孤児院でもさ、たまにお肉出てきたよね。あれってね、深海一層で青笛たちが飼ってきたものがほとんどなんだけど、そういう原生生物は多かれ少なかれタンクツ科とかナラズモノを食べているのよ。そうなのか。不过看着他们地面上好像确实没有太多地儿可以圈养那种家禽。彼らは生物の血肉になって、それで再び私たちの力になるの。我々は。但是他们作为探掘家，又就是回到深渊，然后他们死在深渊，然后呢这样子就成了循环了。悪夢にまで見たあの光景ですら、ここでは日々の営みの一つに過ぎないのだ。ここで生きる者たちのしたたかさのすべてはアビスに生きるために身につけたもの。やはりうまいな。但是都好彩色呀！哇，成那个缆车一样。放不下了，太重了。是已经要到逐渐阳光稀少的地儿了吗？就是哈勃叔叔去过的。滝が上に向かって流れてる。
哇，这太漂亮了，粉粉的云。ありゃりゃ、まっすぐ飛ばないね。風がめちゃくちゃに吹いているんだ。今までのように近道はできないな。どうしたリコ？なんか冷えてきたかも。風もそうなんだけど、逆さ森ってあんま力場からの光が反射しないのかな。薄暗いよね。大丈夫か？防寒具を出そうか？うん、ここじゃ荷物広げられないから後で。リコ、ちょっと持っていてくれ。落ち着くまでそれで我慢してくれ。雷哥是不怕冷的寒。くないの？風は感じるが特には。さすが。じゃあちょっと借りるね。レグ、頭に何か印が出てる。へえ、今まで気づかなかったよ。寝てる時は出てなかったよ、これ。なんだろう。レグの故郷の文字なのかもね。消えちゃう。他这是怎么样才能触发？我去，あれは陰陽かな。捕风后。縄張りだぞって言ってるみたい。怒ってるのか？领地意识很强烈。哇，他们的手就跟钩子一样，可能是为了好倒挂在这种树上。哇！リコ、大丈夫か？どうやら縄張りから抜けたみたいだな。しょ。方向はこっちでいいのか？もうすぐシーカーキャンプまでのルートが見えるはずだよ。言ったでしょ、ちゃんと覚えてるんだから。おしさま、おしさま、何か近づいてます。二人です。一人は赤是奥森他们在的地儿吗？一人が哦，靴かですらないよ。我好喜欢他的头型啊！ゴンドラの準備は？おしさま？なんだか風が穏やかだな。アビスの中心から離れてきたからかも。そういや、生き物もおとなしいよね。但是这种吊桥什么的感觉，一看就是为人准备的。光とか栄養とか運ぶから、縦穴に近いほど生き物が多いんだって。そこから離れれば呪いもちょっとはマシになるって言われてるよ。シーカーキャンプが妙に離れた場所にあるのもそういう理由か？もともとは逆さ森が高すぎて降りられないから、迂回するために作った中継地点なの。そしたらたまたま都合が良かったんだって。ほら、力場が弱いと遠くまで难怪这周围有一些感觉像是人工的東西。それで大きな望遠鏡を作ってね。リコ、あれ、望遠鏡か？哇！これがシーカーキャンプか。ずいぶん高いところにあるんだな。あれ、そういえば。どうしたんだ？シーカーキャンプにはいつも見張りさんがいるんだって。だからね、近づくだけでゴンドラ下ろしてくれるって聞いたんだけど。赤笛にロボット、警戒されているかもしれないな。レグ、あそこまで手伸ばせる？両手ならあるいは。やってみよう。なんとか届き。レグ、どうしたの？何かに腕を是刚刚那个小女孩吗？
まだ生きてたんだ、あのガキ。是奥森吗？不動教、動かざる王然。奥無森，双の怪力を持つ白笛。白迪，その目に宿る光は。他没有光芒，他眼睛那么黑。それとも不吉の前兆か。啊！天呐，奥森感觉比我想象中的要小巧好多呀！就感觉之前在讲那些背景故事的时候，他跟 Liza 的身材都还挺，就是比较高大，但没想到是这么娇小，但是他们两个人居然能合力背着那么大一个东西往上走，真的是能力非凡吧？然后他抓到了，说那个小鬼还活着，应该说的是。就是丽可吧，就毕竟他当时也救过丽可，他看上去真的对丽可有很大的敌意。还有这一集他们都已经到这个逆之森了，比我想象的进展还是快很多的。看到了一些很有意思的，就是比较适应于现在这个就是深渊里的这些生物吧。开头的那个弃尸鸟真的有点让我想福威廉他们魔法考试的时候就有那种鸟，他们就是专门等着有人去就是取树上面那种尸体，然后呢就是成为这些鸟他们下一步的目标啊。这个弃尸鸟呢也类似吧，就是他们会模仿这种人的声音，真的模仿的太像了，连那种绝望的感觉、沙哑的声音都能就是模仿的这么到位。我还挺喜欢看到一些就像当时看迷宫饭一样，一些很符合他们设定、他们生活环境的一些原创的生物，他们所有的形态特征都是很符合他们所处的那个环境吧，生态中，包括就是逆之森出现那个猴子，他的那个手就跟那钩子一样，还蛮有意思的。毕竟他们常年就是生活在这种需要倒挂的地方吧，他的这个抓力比普通那种猴子要就是多上一层这种弯曲的感觉。接着再次看到了雷格他使用出他的这个火葬炮吧，就像第一集一样，就是很显然他是无意识的，他之前一直没有在其他地方用过，我以为就是他没用或者没有燃料之类的，但是其实是他好像就不知道自己有这个功能似的，只有到了就是要保护丽可的时候，或者说是保护任何人的时候，仿佛才被激发一样，就是自己身体就已经就是在动了，身体记忆。第一集他救丽可的时候应该也是下意识的行为吧，他当时都根本不认识丽可，但是就这样子帮助了丽可逃生，所以现在就又觉得他可能是用来当做武器，但是可能他其实也是最开始被制造出来是为了保护一些什么人，或者说是一个文明之类的，或者就是在还要往深，就是大家都还不曾探知到的地方，可能还有一些别样的世界。这集也看到雷格他的头盔又亮起来，之前好像有一次他们就是他在攻击的时候也会亮头盔，感觉像是一个就开关一样，有这种攻击行为或者发射这个火葬炮，它可能就会亮起来。我感觉这一集就是也看出了雷格他开始对自己的身世就是有所怀疑之类的，自己也觉得自己像是个怪物一样，是个生化武器。其实雷格他心理年龄还是比较小的嘛，我觉得他可能也惧怕着这种力量吧，可能就是觉得自身是具有毁坏性的，再加上他本身就是一个非常有同理心的小孩，我觉得他可能看到了自己这么大的力量之后，也担心自己会不会伤害到不管是丽可还是其他任何人。这对于雷格他能找到自己身份这一个道路上应该是必经的一环吧，也不知道后面会不会有雷格可能失控的地方，就目前他还是比较可控的范围内吧，他的这个就是战力值，毕竟就是来到深渊，他挑战的不仅是你这个身体上的能力，更是这种心理上的斗争，感觉也是不断的在刺激你的心理承受力吧。最后本身应该看到他们人过桥放下的那个升降梯也没放下来，估计是奥森他早就看到了丽可他们的前来，然后选择不降下那个梯子。他的那个白笛好像还不一样，跟 Liza 的那个白笛，不知道他们是不是所有的白笛都可以有一些不一样的设计，就可能体现一些他们自己的个性之类的，还挺有意思的。就奥森他那个白笛感觉像是个牛一样，不管怎么说，雷格和丽可他们总算到了一些有同胞的地方，然后可能可以歇歇脚，有一些补给之类的。我也很好奇奥森，包括还有他这个绿头发的小姑娘，就是应该是奥森的徒弟吧。那这期视频就到这结束了，我们下期见，拜拜。